ランチャーのタイなんだよ。ほら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 。ちょっと見る。そんなんあるんですね。うん。いいだろう。その模様も見せてください。模様ほらほらほら。張さんがいる。あ、もう今それ。じゃあ俺回すよ。キー。じゃあもういいっすよ。クランキングできるから。じゃあこっち側から取ってもらう。そっちから取る。こっち。いやいや。どこがいいの？こっちのこうがいいんじゃない？間違い。映像のプロなんだ。いや俺が知る。いやいやいいですよ。同じ車とは思えない。何万点って部品があるから。そうですよね。一つでもかけると。そうなの。一つでもちゃんと作動しないとちゃんと走らないっていう、そこがだからね、うわ、すごいな。設計書もあるわけじゃないですね。ない、もう長年のやってたやつで、その中でやっぱり分解して、だから何にもない状態で新品の部品があって組んでいく方が全然楽なわけね。あるのをわざわざ下ろして分解してきれいにしてでそれをまた組まなきゃいけないとか、だから倍手間がかかる。倍以上ですね。倍以上かかる。そうなの。はい、じゃあクランキングいきます。はい。はい、行きます。上がってきた。4キロ。はい。いいやつ上がった。4キロ。4キロ。いけちゃいます。いけんね。ちょっとギリギリでした。超特急で。なんとか部品がちょこちょこ欠品してたので、それが大変だったんですよね。そういうのって他の業者さんというかいろいろ聞いて。いや、うちに在庫っていうかあったので、それを全部かき集めて。なるほど。他のパーツを取ってるとか。他の解体車があったものも取ったし、うちに在庫が、要は中古パーツとして在庫があったものを使ったって感じです。なるほど。基本この車に使ってたのは水没しちゃったんで結構使ってないので、エンジン本体は使ってますけど、そうなんですね。あと他の要は細かい部品は全部もう水でダメになっちゃってたんで、新しく他のランチャーで出たから移植した感じになるんで。車直しに来てたらなんか悪巧みしてるって話を。どうも。なんだそんな大げさないじゃないか。ヒストリーがあるからね。どこが性能いいとかかっこいいじゃなくて、自分家の一番の資産とかありますよ。並んだりするとなんか一応挨拶してみるっていう気持ちが一緒だから、知らない人でも。この車自体は今ちょっとご案内した通り311で実は全没してしまった車なんで、本当に全部入っちゃったんですよ。それですぐに、仙台のパドックバスっていう山下君っていう、よく知ってる彼が被災後1週間ぐらいで取りに行って、本当に大変な状況で取りに行ったりなんかして、隣にフェラーリがあったりいろいろあったんだけど、みんなアウトになっちゃって、でもなんとかこれ直したいっていうことで散々そこでいろいろやったんですけども、結局コスト的に計算したら、当時まだもうそうね14、15年前ですから、デルタのこれ新車で売った時はね、本当に
450万とかそんな金額ですから、だから当時中古で買えばまあ300万とか350万で買えた車をじゃあ直すって言ったら、もう全没しちゃうと、もうワイヤーハネスから何から全部塩水が入ってるともう再生不可能なんで、その部品を全部交換して、もうそれこそ内装からメーターからコンピューターから何か全部やったら、やっぱり積算すると3倍ぐらいかかっちゃうんですね。だからやめたっていうことになって諦めたんですね。でまあうちがじゃあもう廃棄するからっていうことで、まあもう本当に廃棄処分ということで引き取って、でずっと置いてあったんですね。でもう邪魔くせえなっていう感じで一瞬これ捨てようかなと思ってずっといたんだけども、ただガラスとか例えばそういう腐らないものとか錆びないものとかそういうものはなんか使えそうなんで、なんか部品もなかなかなくなってきたし、だからなんか使えるものがあるんじゃないかっていうんで、まあ、ずっと置き去だしになってたんですけども、まあちょっといろいろ考えるところあって、まあなんかこいつ再生もう一回してあげたいなっていうところからのスタートですね。特別な車ということで、しかもデルタシリーズの中では本来はコルトーネっていうのはランチャーの正式なモデルではないんですよ。これはご存知のように。でも最終的にこれがもうファイナルになっちゃってるんで、世界的にも。だからたまたまこの車もファイナルだったんで、イタリアのランチャー、まあヘリテージですけども、その向こうのミュージアムのこの車はないんですよね。展示してないんで。だからまあできればその予算のこととかいろんなそういうことがあるんで、車を作り直すだけでもまあ我々ヒーヒー言ってるし、そんなお金があったら給料上げるってみんな言われてるんですけども、ね、それが終わった後にまあじゃあ向こうまでなんとかまあ走らせて行って一応、まあ被災地から東京からずっと沖縄とか、まあできれば台湾とか応援してくれたところとか、本当は大陸を走ってと思うんですけど、今情勢がこんな情勢なんでどういうふうになるか今分かんないんですけども、できればそういうところを通ってってイタリア本土南から北まで行って、まあミュージアムに寄贈させてもらったらかなというちょっと壮大な計画なんですけども、そこまで行くかどうか分かんないんで、だから一応今この映像を撮ってもらってるというのはそこに、まあこれから YouTube とかTwitter とかそういうところで情報を発信しながら海外の人たちにもまあそういう情報を伝えてってみんなで応援してもらって、なんかこのプロジェクトがまあ成功するように、まあ、していきたいな、そんな思いでまあ火が入ると、いうことは一応心臓の行動がまた始まりますよってずっと止まってましたから、だからそれをまあみんなで動いたっていうところをちょっと一緒に本当にこの年末の忙しい時にねふざけんじゃねえよって話だと思うんだけども、まあバカなことやってるね、まあ、なんですけども、ちょっとまあお集まりいただいて、まあ、我々だけでかかったぞって言ってもなんか面白くなんともないから、まあ、やっぱり皆さんでよしかかったから次のステップ行こうっていうふうに、まあ、ちょっと応援をしていただくという意味で今日本当に集まって本当に年末なのにありがとうございます。大変なあれだと思いますんで、じゃあ皆さん周りにお願いします。一応諸罰はかかんないことになってますんで、一回いきなり全部かかっちゃうとさっきなんかいろいろ細工してたからこれガソリン抜いてるだけなんですけど。ガソリン漏れちゃうだろ。いや漏れてないです、漏れてないです。違います。ガソリン抜けばキルキルキルって少しします。ああ最初に、ああ行かないから行かないから。あ、じゃあそれで抜いとこうか。今ちょっと抜いてるんですけど、5秒ぐらいくる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 。あれまだちょっと待っていいですよ。いけワンツースリーかかった
2回ぐらいあれっていうのがすいません、かかってしまいました。タイヤがついてるとこんなことない。そう、後ろおめでとうございますごめんね遅れてちょうどかかる時に間に合った根本さんです。割高渋滞して銀座ランドが渋滞してる、もう大御所なんで。すいません、持参しました。今回アドバイザーでいろいろやってもらってるんで。よろしくお願いします。ちょうど今始まったの。そうそう、ちょうどかかる時に。これからですね。これから全部多分電気系を確認しないと。強制的に。動いた。あ、今つけました。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。すみません。配線、いや、まだセンターコンソールとかが残ってるんで、その辺は全部つければいいだけなので、あとはもうそんなに。こういうのが全部動くように配線ですね。あ、やってあります。なんで、これ多分動きます。前がパワーウィンドウももう動くんです。パワーウィンドウは。スイッチがなければ動かないですけど、じゃあもうほとんど配線もう引き回したあるんですか？配線は全部終わってます。すげえ。ありがとうございます。いきますよ。はい、チーズ。はい、100枚ぐらい取れよ。1枚で失敗したらあれだよ。変な顔してんだらどうすんの。もうバチャ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 ってでみんなこういう感じでいきましょう。せーの、よーい。はい、オッケーです。大丈夫かな。あ、大丈夫ですよ。オッケーオッケーオッケー。大丈夫だってます。優秀な。